皆さんこんにちは、平松浩二です。今回はこの心拍を使って皆さんに、作品作りを紹介していきたいと思います。今回、使いますこの心拍、糸魚川の心拍になります。すでに、幹の方素晴らしく、動きがあると思います。でこの心拍ですね、約35年ぐらいの樹齢だと思います。今回はこの心拍を使ってですね、商品盆栽を作っていきたいと思います。この商品盆栽ですね、基本的に樹高、木の高さ20センチということで、この心拍をですね20センチくらいの大きさに作り変えていこうと思います。まず基本的にですね、最初に正面、当然正面を決めていきたいと思います。これご覧の通りですね、こちらからこの幹の動きですね。一番のポイントがこの幹の動きが重要なところになります。この裏側もですね、裏の面、幹動いていますけれども、こちらの方ですね、今回、こちら側の方がこのシャリ、と水水ですね、動きのバランス全体的に、こちらの方が素晴らしい、ところありますので、こちらを使って、こちら側を正面に作り変えていきたいと思います。それではですね、次に、この傾きですね、角度について少し、検討をしていきたいと思います。今この状態ですと樹高の方、木の高さですね、かなり、高くなってしまいます。こういう場合はですね、少しこちら側に傾けてやる、傾けてやることによってこの樹高を縮小することができます。ということで今回はこのような感じ、このような感じで、角度を変更してやろうと思っています。では早速作業に入りたいと思います。まず最初にですね、当然、商品盆栽ということで、樹高20センチ、最大の樹高の高さですね20センチということで、当然、ここの部分を使いますと商品盆栽にすることができません。ということで、こちらの部分ですね、こちらの部分は全てカットして陣を作っていきたいと思います。まず陣を作る場合ですね、大まかに最初に大まかにカットしていきます。最初基本的にこの陣なるべく長く残してやります。皮を剥いた後にですね、この長さですね、長さをまた後で微調整してやりますので、最初大まかに長めにですね、この陣を作る部分の枝をカットしてやります。それではですね、こちらの陣にする部分枝を外し終わりましたので、
こちらの部分今からこの水水の皮を剥いてですね、陣作りを始めていきたいと思います。陣作りをする場合ですね、こういう生きた枝を外した場合、こういうやったことでですね、少しこの繊維を潰してやる。繊維を潰してやるとですね、このように、簡単にこの生きた部分、水水の部分をですね、剥いていけますので、こういうやっとこでですね、少しこの生きた部分、繊維を潰してやるという感じで剥いていけば剥きやすいと思います。このようにですね、繊維を少し潰してやると簡単に、この水水の部分を取り除くことができます。あとこちらの部分もですね、全て、皮を剥いていきたいと思います。はい、それでは、この陣の部分ですね、陣の部分、水水の部分を剥き終わりました。今こちらの部分陣を作りましたので、皆さんも頭の中で、こちらですね、最終どういう樹形になるかというのが多分イメージしやすいと思います。では早速この1の枝から作業に入ります。この1の枝ですね、枝の方かなり、量があります。こういう場合できるだけ、先ほど言ったようにコンパクトに、していくことが非常に、大事なポイントとなります。この場合ですね、この枝を当然、全部使うのではなくてですね、なるべくこの幹に近い部分の枝を使ってですね、なるべくこの1の枝の部分ですね、コンパクトにしていくということが非常に大切になります。まずこちらの部分ですね、見ていただくと分かりますが、同じような太さの枝が2本出てます。でこの2本を比べた場合ですね、こちらの枝の場合、こちらの枝の方が小枝の数が多いです。こちらの枝、同じようなサイズですけれども少し、間延びしているそういう感じがすると思います。こういう場合はですね、もうこちらの枝だけで、1段目の棚を作っていくことができますので、こういう場合は、こちらの部分の枝を外してやります。こちらの部分を外すことでですね、コンパクトに、この両方を使うとですね、非常に広がった感じがします。私たちの言葉でですね、この枝の一つの塊を棚と呼ぶんですけども、その棚コンパクトに作ってやることができると思います。この部分ですね。で次に、こちら、後ろ側にもこういう枝があります。この1の枝の場合ですね、もうこちらの枝だけで、一番下の部分を形作ることができると思ってますので、この後ろの枝ですね、少しこの枝より下側に出てます。こういう枝もですね、こちらにも後ろにもこの裏側ですねにも枝があります。この枝とこの枝とこの3本ぐらい、この枝で十分
1の枝形作ることができると思いますので、この部分もですね外してやろうと。これも一緒ですね。枝を外す場合もですね、小枝を外してやる場合も陣にできるやつはなるべく陣にしたいと思いますので、長めに、このように長めに、残してやるといいと思います。このような感じですね。このような感じで枝抜き終わりました。皆さんが作業する時ですね、その枝どの枝を使うかということが非常に、考えることがあると思いますが、基本的に、できるだけ、コンパクトにするということを心がけていただければいいかなと思います。では早速割り金作業に入りたいと思います。この枝ですね、今から針金作業に入りたいと思います。この針金の巻き方ですね、巻く方向ですね、この場合はですね、左側、少し、左が奥側がですね、下がってます。こういう場合は、右側右巻きにしてやることで、この棚を素直にまっすぐに広げることができます。こちらですね、右側にねじってやるということで、当然右巻きということになります。この最初の針金ですね、なるべくこの先端、かけれるだけ、先端にかけた方が次の針金、もかけやすいと思いますので、なるべくこの最初の針金、なるべく先端の方にかけてやります。こちらの部分です。こちらの部分もですね、少し右側にねじり込んでやるということで、こちらも当然右巻きということになります。当然右方向に曲げますので、少しこの指で右に曲げ込みをかけながら巻いてやるとですね、非常に巻きやすいと思います。少し指でねじってやる感じ、少し右にねじり込んでやることでまっすぐ水平な棚を作っていくことができると思います。針金掛けのポイントとしてですね、この最初のこの針金ですね、こちらの針金をかけるとき、私たちは常にですね、次の針金、次のこういう枝ですね、針金がかかってない枝、これをどの枝とどの枝で巻いてやるとですね、針金が少なくきれいにかけられるかということを常に考えています。だからこの最初にかける針金ですね、この針金掛けをかけるときに次の針金も考えてやるということが非常に
大事なポイントの一つとなります。心拍の場合ですね、非常にこういうふうにですね、細い枝を使うことが多いです。この細い枝を使うことが多いですので、針金もですね、商品盆栽を作る場合、私の場合ですね、できるだけ全ての番数、全てのサイズを揃えるようにしております。この葉っぱですね、心拍の葉っぱ、これを針金で巻き込まないように、この茶色の部分、この茶色の部分に枝に丁寧にかけてやるということがもう一つのポイントになると思います。こう今かけてるこの枝ですね、非常に細かいです。ただある程度ですね、この枝にボリュームを与えたいということで、私の場合はですね、こういう細かい枝も使ってですね、針金をかけるようにしています。でこの最後のところですね、非常に重要な部分、この最後の巻き締め、これは常にですね、下から上を巻き込んでやってカットしてやるという、下から上で止めることでですね、ここの棚きれいに作って揃えてやることができます。これ今使っているのが23番線ですね。0.5 ミリ、0.4 ミリというぐらいのサイズだと思います。こういう細かい枝をすべて使ってやることでですね、非常に美しいこの棚を作ってやることができます。軽く優しくですね、枝を傷つけないように巻いてやる。今この部分ですね、この部分をとりあえず針金かけ終わりました。見てご覧になると分かるようにですね、このラインですね、このラインを非常にきれいに揃えてやるということで、この枝の美しさを表現できると思います。この先ほどですね切った小枝の部分も多少形を整えてやります。それではですね、続けてこちら1の枝針金をかけていきます。
このアウトラインですね、ここのアウトラインを均一に、きれいにこの手のひらを広げたようにこんな感じでこのラインを作ります。で内側のこの小枝ですね、こちらをこの枝の上に多少置いてやることでボリュームを枝のボリュームですね、それを出すことができます。で、今ここちょっとトゲトゲした葉っぱですね、これが本来の心拍の葉っぱになるんですが、こういう杉葉、杉の葉っぱと書いて杉葉と呼びます。こちらの方はですね、この針金をかけるときにこれを取り除いてやります。でこのラインですね、ここのライン、ここのラインをきちっと揃えてやることできれいに、あとここのラインですね、下側をきれいに揃えてやることで、すごく美しい、この棚を作ってやることができます。でですね、こちらの部分少し空間があります。こういう場合はですね、この枝を使って少し内側へ振ってやって外側に戻してやるということで、この枝自体をですねコンパクトにしてやって、ここの空間もあまり空きすぎるとですね、ここの空間空きすぎると少しおかしい感じがしますので、なるべくこちらへ押し込んでやることでここの空間を埋めてやるということができます。この枝を少し内側ですね、内側に押し込んでやる。でこの枝先で外に持ってきてやる。そうすることで、この枝自体をコンパクトにしてここの空間を埋めてやるということになります。少しこの枝が多分カメラの邪魔になると思いますので、少しこの2本にもかけてですね、少し動かしたいと思います。この最初の太い針金ですね、この最初の太い針金、こちらをかける場合にですね、この枝をどっち方向に曲げたいかということで、右巻き左巻きを最初に考えてやります。少し、動かしてやっておきます。ここの部分ですね、2本ここに細かい枝あります。こちらの部分ですね、この枝ですね、少し長すぎるという感じがしますので、もう十分これで棚できてますので、もうこの枝を上に乗せてやることで、棚きれいにできると思いますので、これはカットしてやります。でこちらの部分のここに上に置いてやることでボリュームを出していきます。こういう1本だけの枝の場合ですね、相手がいない場合、こういう場合はですね、違うところに少しフックしてやります。フックしてやってこちらに、
かけてやれば1本でもですね、大丈夫だと思います。基本的には2本の枝を1つの針金でかけていくわけでありますけども、1本の場合どこかにフックしてやるということで解消できます。こういう小枝もですね、当然この上に置く場合このまま上に置くと長くなってしまいますので、こういう小枝の場合もですね、少し曲を入れてやってコンパクトにして内側に入れ込んでやる。こんな感じですね。こんな感じで、一番下の枝の部分を全て針金かけてやっております。このラインを揃える、この部分をなるべくコンパクトにする。あとはこの内側の枝をこの上に置いてやることである程度のボリュームをつけるということがきれいなこの棚を作るポイントとなります。あとはですね、もうその上の枝もその繰り返しになります。こちらの部分かけ終わりましたので、今から模様の方をつけていきたいと思います。特にですね、枝を曲げる場合、こちらの背の部分ですね、こちら針金
こちらにかかってます。この部分を曲げることによってですね、枝の折れることを防止できます。常にこちらのかかっている部分をですね、こちらの部分を曲げてやります。こちらの部分を曲げることで枝の折れたりすることを防止できると思います。こちら一つ内側に曲げましたので、次こちらの部分ですね、こちらの部分を曲げてやります。このかかっている部分ですね、かかっている部分を中心に曲げてやります。心拍の場合ですね、特に枝がどうしても長くなってしまっている場合があります。そういう場合はですね、どうしてもこういうふうに枝を曲げ込みを入れてやることでコンパクトにすることになります。この枝を内側になるべく内側に入れてやって棚を作ってやることでですね、こんな感じですね。こんな感じでこちらの空間、あまりオープン、幹を見えすぎてもおかしいですし、隠しすぎてもおかしいということで、少し隠してやる空間がありすぎるなと思ったら枝で、その空間を隠してやるということが、この枝の育みですねを作る上で非常に大事なポイントの一つとなります。で次にこの後ろにある枝ですね、こちらをこの上にここの部分にかぶせてやることで、この1の枝の部分もですね、一つの塊ということでなくて、この棚を何個か作ってやることで非常に美しい枝作りができると思います。それではこの後ろの部分、この後ろ枝の部分ですね、針金かけたいと思います。少しかけやすいカメラ位置も考えて、少し角度の方を持ち上げて作業しやすいようにしております。この一巻き目ですね、ここの一巻き目、非常に大事なポイントです。この一巻き目をしっかり巻いてやる。しっかり巻いてやることで、ぐらつかないということになります。なるべくこの最初の針金を先の方にまでかけてやります。
こちらの裏側ですね、針金かけ終わりましたので、前から形を入れていってやります。当然ですね、ここが一番長い部分ですので、その上側ここの空間を埋めるように持っていってやります。こんな感じですね。こんな感じで123段、一つの枝のうちの3段を細かい、棚を作ってやるということで、まず美しい、この枝の棚の味ですね、味わいを、作り出すことができると思います。こちら1の枝の方ですね、針金掛けと枝の配置、全て終わりましたので、次の部分に入っていきます。